まずいな。昨日の記憶がはっきりしない。俺としたことが飲みすぎたか。調子はどうだ、チャーチル。何のことだ。ああ、昨日のことなら心配しないでくれ。覚えてないとは言えないしな。さすがは我が国の誇る手法の効果だ。玉ねぎは万病に効く。油を分解して血液サラサラ。一体何がどうなっている。私たちの関係は緊張に満ちたものだったかもしれないが、私は君の自由フランスへの支援を忘れたことはない。そして我が自由フランスは歴史的な勝利を収めた。私がどのような戦略で先のデュエルに臨んだか知りたくて仕方ないだろう。病み上がりの君が退屈しないよう特別に聞かせてあげよう。いや、そんなことは頼んでないぞ。まあ遠慮するな。今日の私は気分が良い。私の偉業を語り継ぎたい気分なのだ。ああ、ではドゴール、君の統率者について教えてくれるか。今さら興味ないとは言えないしな。私の統率者について説明しよう。太っ腹、グラングリー、エルドレインの王権収録の赤緑3マナの伝説のクリーチャーだ。能力は至ってシンプル。あなたがコントロールしていて人間でもこれでもない各クリーチャーはそれぞれ追加でプラス11カウンターが1個置かれた状態で戦場に出るという能力を持っている。後年類似の能力を持ったクリーチャーが増えたが、その共通の祖先と言っても過言ではないだろう。これでどうやって戦うつもりだ。どうした。恐ろしすぎて声も出ないか。竹槍で戦闘機に向かうようなものだとそう言いたいのだろう。正直なところ米英に比べるとデッキ強度が貧弱なことは明らかだ。あ、そこは理解しているのか。だからこそ彼らは油断する。我々は諦めず、ただ機会を伺いさえすればよい。なるほど、それが君の戦略か。そうだ。そのために私のデッキは隙を見て統率者に関連する複数のコンボルートの一つに至れるようにリソースを集中配分している。まさに不屈のフランス魂というわけだ。興味が湧いてきた。つまり一言でまとめるとどうなる。へいへいと戦術で相手の油断を誘い、気を見てそれを逃さず無限コンボで勝利するデッキということだな。ほう、よくわかった。ではデッキの中身を紹介してもらおう。ではまずマナ基盤について説明しよう。地味だが逃れられないテーマだな。まず土地の配分だ。合計で34枚にしている。気持ち多めだな。緑マナの出る土地が21枚、赤マナの出る土地が18枚だ。どちらも出る土地は8枚だな。やや緑が集めといったところか。序盤の安定性と速度の向上のため、これに加えて2マナ以下のマナーアーティファクトが5枚、同マナクリーチャーが4枚と類似効果のクリーチャーが1枚入っている。ここまでですでに安定的な初手が実現できそうな枚数だな。このデッキの場合は勝利手段としてのコンボを通すために十分なマナが必要だ。したがってほぼ毎ターン確実にマナを伸ばせる構成にしている。これに加えて2マナ以下のドローできるカードが6枚入っている。オークヘイムの敵対者は多くの場合2マナなのでここに当てはめる。かなり安定性を重視した構成だな。この構成であれば安定的に3マナに到達する初手をキープできる確率は余裕で 90% を超え、4ターン目に4マナ以上出せるのもほぼ確実だ。自己知らずなのはいいが、逆にマナフラットが心配だ。土地の枚数が極端に多いわけではないし、受け口は複数用意してある。それは後で説明することとしよう。このテーマはひとまずいいだろう。次の説明を頼む。では次に採用するクリーチャーについて説明しよう。統率者の紹介でも触れたが、このデッキは隙を見てコンボを決めるデッキだ。言っていたな。それがクリーチャーの選定にどう影響する。採用クリーチャーの役割ははっきりしている。コンボパーツそのものか、コンボする準備を整えるかだ。思い切りがすごいな。コンボを決めようと決意して初めてコンボは決まるものだ。役割としてはマナ加速、コンボパーツ探しの3種だ。まずはマナ加速だ。マナ基盤の紹介で触れたマナクリーチャーの他にマナ加速の効果のあるクリーチャーが5枚入っている。マナ加速だけでなくドローに変換できたり除去や墓地対策を行えるような複数の役割を担えるカードを採用している。かなり独特なカード選定も見受けられるな。続いてはコンボパーツとなるクリーチャーだ。コンボに必要になる眼鏡持ちのクリーチャーが5体入っている。ただしこの中でもリホロボシの最長老だけはコンボ要因としては注意が必要だ。破壊は強制。小型マスティコア以外はマナコストが重いこともマナ加速を重視する要因だ。眼鏡を持つクリーチャーのお供としてプラス11カウンターを受けるクリーチャーも1枚入れている。基本的にはグラングリーが担うのでこの枠を多く入れる必要はない。また組み合わせが限定されるがサクリダイを担えるクリーチャーも1枚採用している。コンボパーツが満載だな。さらにそれぞれのコンボパーツを探せるように
サーチ効果を持つクリーチャーを3枚、ライブラリを掘り進められるクリーチャーを1枚採用している。後者はマナフラット受けも兼ねているな。また、先にマナ加速要因として紹介したオヘルカスレムはこの後者の役割も兼ねている。コンボを決めるという決意を感じられるな。この項目は分かった。次の説明を頼む。では、次に勝利手段について説明しよう。これがありきで構築しているため、先に話した方がいいだろう。繰り返しになるが、このデッキは隙を見てコンボを決めるデッキだ。言っていたが、しかし、ここまでその部分の説明がないぞ。どこで説明すべきか迷ったのだ。許せ。このコンボというのは、無限眼鏡コンボのことを指している。説明しておこう。無限眼鏡コンボとは、眼鏡持ちのクリーチャー、他のコストなしに生贄に捧げられるサクリ代、-11カウンターを取り除く手段によって、ETB か PIG かサクリ代の効果を無限に使うコンボだ。そうだ。この組み合わせを集めるのに注力していこう。眼鏡持ちのクリーチャーについてはクリーチャーの項でも説明したな。-11カウンターを取り除く手段は、統率者以外には3枚だ。この2種とサクリ代の組み合わせを要するわけだが、サクリ代は5枚入っている。それぞれ無限ダメージ、無限ミル、無限マナが成立する。これに加えて、無限マナの場合は、注ぎ口となる呪文か、ETB を付加する呪文があれば勝利できるということになる。コンボ成立のための枚数は多いが、組み合わせも多いな。組み合わせが多すぎて確率計算は難しい。体感としては7ターン以上かかるようなデュエルであれば、ほぼ揃っている。しかし、コンボパーツの置き方やコンボに走るタイミングは重要だ。具体的にはどういう注意を払う？まず、-11カウンターを取り除く手段以外の先置きは、無用な警戒を高めるだけなので、避けた方が良いだろう。サーチするのも動く瞬間まで待つのが望ましい。つまりはコンボへのアクションを1ターン内にまとめることになるので、この点でもマナを伸ばすことが重要になってくるというわけだ。お分かりいただけるかな？絶妙にリアクションに困るな。この項目は分かった。次の説明を頼む。では、次にアドバンテージ獲得手段について説明しよう。カードゲームの基本だ。とはいうものの、狭い意味でのアドバンテージ獲得手段は少ししか採用されていない。どういうことだ？繰り返しになるが、このデッキは隙を見てコンボを決めるデッキだ。コンボパーツが揃いさえすれば良いので、アクセスするカード枚数を増やせる方が有用だ。そのため、ルーティング系のカードやフォーチュン系のカードを代わりに入れている。なるほど。掘り進めることによってパーツを揃えるわけだな。そうだ。正直、中盤まではマナ加速してルーティングしていれば問題ない。自然とコンボパーツが揃っていくだろう。また、クリーチャーの中でも紹介したが、必要なコンボパーツをサーチするカードでの実質枚数のかさ増しも行っている。それぞれのコンボパーツが複数枚あることで、白熱の熟達などのカードも確実にコンボパーツを手に入れることができるだろう。この項目は分かった。次の説明を頼む。では、次にこのデッキの欠点とその対策について説明しよう。まず分かりやすい点から言うと、コンボデッキのため、コンボパーツが吹き飛ばされてしまうと勝利手段を失うということだ。これには起点となるクリーチャーを保護する呪文や、墓地からパーツを回収する呪文を用意しておくのが有効だろう。なんで採用しているのがライブラリー修復呪文なんだ。次に、採用クリーチャーのボード上の質の問題だ。コンボに全振りした採用になっているため、肉弾戦に弱い。ブルールカラーでは考えにくい現象だな。そのため、ボードへの干渉手段が多めになっている。特に、X を含む全体火力の採用は特徴的だな。これは無限眼鏡コンボの中で無限マナの注ぎ口としても使える点がポイントだ。勝利手段の項でも説明していたな。それ以外の妨害カードは剣リスの変身を除き、インスタントだ。このデッキはマナを伸ばして構えるターンが多くなるので、こういった妨害手段で相手の勝利を防ぐ動きが有効だ。大抵の場合は、相手の動きの方がこちらよりも早いからね。勝利とは耐え忍んだ先にあるものだよ。なるほど。よくわかった。以上が私のデッキの紹介だ。1枚足りてないような気がするが。よく見ているな。このカードが紹介できていない。除去などからクリーチャーを守る役割と言えなくもないが、対戦相手のクリーチャーに眼鏡を与えて盤面を乱すことができるかもしれない。やれたことはなさそうだな。私はフランスを背負っており、君とはぶつかることも多かった。私を堅くなな男だと思っているだろう。しかし、本来私は柔軟な男なのだよ。デュエルでは対話が大切だし、楽しむ心が必要だ。勝者は4人に1人しかいないのだ。負ける回数の方が多いのだ。だが、しかし、今回は勝たせてもらった。なんだか嫌な予感が。インドシナを取り戻すためには海軍力が不可欠だ。チャーチル、もちろん支援してくれるよな。